こんにちは。食堂朝ごはんの中井絵里香です。今日は一品でタンパク質と野菜がしっかり摂れる作り置きレシピを紹介したいと思います。お肉やお魚などと一緒にたっぷりの野菜も組み合わせることで栄養満点のメニューになってます。忙しくて料理をする時間があんまり取れない時とか、特に野菜やタンパク質が不足しがちになるので、普段栄養不足が心配という方におすすめの内容になってます。今は秋ということで、今回はきのこやレンコンなど秋の食材も使いつつ作っていこうかなと思います。なので季節の料理を楽しみたいなという方にもおすすめの内容になってるかなと思います。というわけで今日作るメニューはこちらです。いろんな野菜を使って作ると彩りも良くなるので、見た目も美味しそうな感じになるのがいいところかなと思います。最初に作るのは豚肉とキャベツと切り干しの塩昆布炒めです。キャベツは大きいサイズのものを1/4玉使います。もし小さめのサイズなら1/3玉ぐらい使ってもいいかなと思います。キャベツはざく切りにするんですけど、芯の部分は切り取って別で薄切りにしておくと食べやすいです。ただ一枚一枚芯を取って薄切りにするのはちょっと時間がかかって大変かなと思うので、もし気にならなければそのまま芯をつけたままざく切りにしてもいいかなと思います。キャベツを全部切ってみるととってもたっぷり量があって心配になるかもしれないんですが、加熱すると結構しんなりしてかさが減ってくるので大丈夫です。そして切り干し大根は水で戻しておきます。切り干し大根は煮物にするときは水で戻さないで使った方が美味しいんですけど、今回は炒め物に使うのでしっかり水で戻しておきます。豚こま肉は片栗粉大さじ1をまぶしておきます。片栗粉をまぶすことで肉汁が流れ出るのを防いで、お肉がパサつくのを防ぐ効果があります。そうしたらフライパンにサラダ油を薄くひいて豚肉を中火で炒めます。お肉からも油が結構出てくるので、油の量は少なめで大丈夫です。お肉は最初ちょっと固まっててほぐしにくいと思うんですけど、無理してほぐさずにとりあえずざっくりと全体に広げて、少し焼き色がついてきたらほぐしながら炒めます。そしてだいたいお肉がほぐれて、お肉の赤い部分がまだ半分ぐらい残ってるかなというところでキャベツを加えます。キャベツはお肉の上に乗せるようにします。キャベツを乗せたら蓋をして4分弱めの中火で蒸し焼きにします。切り干し大根も水気を切っておきます。切り干し大根はもし長くて食べにくそうなら食べやすい長さに切っておきます。4分経ったら蓋を取ってさっと炒めて水気を飛ばします。そして切り干し大根も加えて炒めます。切り干し大根は食物繊維やカルシウムなどミネラルが豊富で歯ごたえがあって、炒め物に入れると食感のアクセントにもなってとってもおすすめです。そして塩昆布も加えて混ぜ合わせます。塩昆布だけだと味の加減の調節がちょっと難しいので、味見をしてみて、もし味が足りなければ醤油を加えて味を調節するといいです。そして火を止めたら削り節を加えて混ぜて完成です。塩昆布に鰹節のうまみが加わることでより美味しさがパワーアップします。このメニューは一品でタンパク質や食物繊維がしっかり摂れて、カルシウムなどのミネラルも摂れるメニューになってます。ぜひ作ってみてください。
次は豚しゃぶと春菊のごま和えを作ります。本当はほうれん草を使おうと思ってたんですけど、ちょっと値段が高かったので、今日は春菊を使って作ろうと思います。春菊は4センチに切ります。春菊は抗酸化作用のあるカロテンやビタミン C とか、貧血改善に役立つ鉄分や骨を作るのに必要なカルシウムなども豊富で、とっても栄養満点の野菜です。人参は細切りにします。人参はなければ入れなくても大丈夫なんですが、彩りが良くなるので人参は入れるのがおすすめです。あと今回は春菊を使ってますが、ほうれん草とか小松菜などを使っても大丈夫です。野菜を切ったら茹でていくんですが、熱湯にまず人参を入れて30秒茹でます。30秒経ったら春菊の茎の部分を入れます。そして15秒ほど茹でて、春菊の葉の部分も入れてさらに10秒茹でます。春菊は意外に火が通りやすいので、茹で時間はこんな感じで短くて大丈夫です。茹ですぎるとちょっと春菊はくたっとしたり香りが飛んでしまうので、短めに茹でていきます。で、次にお肉を茹でる時にも同じお湯を使いたいので、網で野菜はすくい取って、お湯はこのまま取っておきます。春菊と人参は冷たい水にさらして冷まして、よく水気を絞っておきます。特に作り置きをするときは時間が経って味がぼやけないように、ここでしっかり水気を絞っておくのがポイントです。次に豚しゃぶ用のお肉を熱湯で茹でていきます。お肉を茹でるときは一気にお肉を入れずに何回かに分けてほぐしながら茹でていくといいです。茹でた豚肉は水にさらすと旨味が流れたり水っぽくなってしまったりするので、水にはさらさずにざるにとってそのまま冷ましておきます。次にボウルに調味料を混ぜ合わせます。すりごま大さじ2、醤油大さじ2、砂糖大さじ1です。ボウルに入れて混ぜたら、春菊と豚肉も加えて混ぜ合わせます。実はお肉と野菜は一緒に食べた方が栄養が吸収されやすいというメリットもあって、例えばお肉に含まれる鉄は野菜のビタミン C によって吸収が良くなるといった特徴があります。美味しくて栄養も取れるメニューになっているので、ぜひ作ってみてください。次は焼ききのこと鮭の南蛮漬けを作ります。まずは漬け汁を用意するんですが、みりんは最初にレンジにかけてアルコールを飛ばしておきます。耐熱容器に入れてラップはしないでレンジで30秒加熱します。そして保存容器にだし汁 100cc を入れます。だし汁は水 100cc と和風だしの素小さじ1/2でも OK です。そして醤油大さじ3、みりん大さじ3、酢 50cc、砂糖大さじ1を加えて混ぜ合わせます。鷹の爪の輪切りも加えます。次はきのこを切っていきます。今日はきのこをたっぷり入れた南蛮漬けになってます。しいたけは石突きを取って半分に切ります。もし大きければもう半分に切っておくと食べやすいです。しめじは石突きを取ってほぐします。えのきも石突きを取って半分に切ってほぐします。きのこはお腹の調子を整える食物繊維や骨を作るのに必要なビタミン D が多く含まれてます。そしてフライパンにごま油を熱してきのこを入れて焼きます。
きのこはしっかり焼き色をつけたいので、火加減は強火にして蓋をして蒸し焼きにします。きのこを焼いている間にレンコンを切ります。レンコンは皮を剥いて半月切りにします。レンコンには美容に役立つビタミン C や食物繊維が豊富に含まれています。きのこは焼き色がついてきたら蓋を取って裏返します。そして全体的に火が通ったら漬け汁の入った容器に移します。次は鮭を切っていきます。鮭は一口大のそぎ切りにして薄力粉をまぶします。今日は鮭を使ってるんですが、例えばアジとか鶏肉を使ってもいいかなと思います。切ったら薄力粉をまぶします。粉ふるいを使うとまんべんなくまぶしやすいのでおすすめです。ひっくり返して全体にまぶします。フライパンにごま油を熱して鮭とレンコンを焼いていきます。鮭は皮の方が下になるようにして並べます。空いてるところにレンコンも並べます。鮭には体を作るのに必要なタンパク質や強い抗酸化作用を持つアスタキサンチンという成分も含んでいて、動脈硬化を防いで生活習慣病を予防するのに役立ちます。焼き色がついたらひっくり返します。鮭とレンコンが焼けたら漬け汁の入った容器に移します。さっき入れたきのこは端に寄せてスペースを作ってから、そこに鮭とレンコンを入れていきます。最後に小ネギを散らしてこれで完成です。秋の味覚たっぷりの南蛮漬けになってます。次に作るのは鶏胸肉と彩り野菜のマヨポン炒めです。ブロッコリーは小房に切り分けます。ブロッコリーの茎は皮は厚めに剥いて短冊切りにします。ブロッコリーには抗酸化作用や美肌作りに役立つビタミン C や骨を作るのに必要なビタミン K を多く含んでいます。パプリカは種を取って乱切りにします。まず縦に 1.5 センチぐらいの幅に切ってから斜め半分に切ります。鶏胸肉は白いぷよぷよっとしている脂肪の部分があれば包丁で取り除いておきます。そして繊維の方向ごとに3個に切り分けて一口大のそぎ切りにします。鶏胸肉は鶏肉の他の部位に比べて脂質が控えめでタンパク質を多く含むのが特徴です。ただ皮の部分は脂質が多いので、もしカロリーが気になる方は皮は取って使うのがおすすめです。そして鶏胸肉には塩と砂糖を揉み込んで下味をつけます。下味には砂糖も使うことでお肉の水分を閉じ込めてしっとりと仕上げる効果があります。下味をつけたら片栗粉も全体にまぶします。片栗粉はあんまりつけすぎないようにするのがポイントです。そしてフライパンにサラダ油を熱して鶏胸肉を焼いていきます。サラダ油は小さじ2杯ぐらいが目安です。皮付きの胸肉の場合は最初は皮の方を下にして焼いていきます。ちなみに今回は胸肉を使ってますが、鶏もも肉を使っても OK です。あと鮭とかお魚で作っても美味しいと思います。鶏胸肉は片面が焼けたらひっくり返してブロッコリーとパプリカを上に乗せます。そして水大さじ2を加えて蓋をして蒸し焼きします。ブロッコリーって別で下茹でして使うことが多いかと思うんですけど、今日はお肉と一緒に蒸し焼きすることで火を通していきます。
3分半経ったら蓋を取ってさっと炒めて水分を飛ばします。そしてポン酢大さじ3、マヨネーズ大さじ1を加えて混ぜ合わせます。マヨネーズとポン酢の組み合わせはさっぱりとしていながらコクもあってとっても美味しいので、ぜひ試してみてほしいです。鶏胸肉は下味とあと片栗粉をまぶしているおかげでとってもしっとりと柔らかく仕上がってます。彩りも良くてお弁当にもおすすめのメニューです。というわけで今回はタンパク質と野菜がしっかり摂れる作り置きレシピを紹介してみました。保存期間はすべて冷蔵で4日が目安になってます。もちろん作り置きをせずにすぐに食べる時のメニューにもおすすめです。ぜひ作ってみてください。ご視聴いただきありがとうございました。